ベラーズ紛争とは、機動戦士ガンダム0083で描かれた物語で、一年戦争後に、連邦とジオンの間で結ばれた終戦協定を良しとしないジオン残党軍、ベラーズフリートが、宇宙世紀0083に引き起こした騒乱です。宇宙世紀0081頃に始まったガンダム開発計画に端を発しており、一年戦争勝利の象徴ともいえるガンダムタイプの強奪や地球へのコロニー落としなど、一連の騒動は戦後情勢を固めつつあった連邦軍に大きな衝撃を与えました。また、この騒動をきっかけに、連邦内の反スペースロイド派が力を強め、機動戦士ゼータガンダムに登場するティターンズ設立につながるなど、後の時代に非常に大きな影響を与えました。今回は、一年戦争終結後の世界から、ベラーズ紛争終結までの歴史について解説させていただきます。宇宙世紀0081月1日、約1年近く続いた大戦である一年戦争は、グラナダ条約の調印をもって終結します。ジオン軍は、この大戦で多くの拠点を失っており、多くのジオン軍兵士は連邦への投降を選びました。しかし、ジオンの中でもアガワ空港防戦に参加した部隊や、月面都市グラナダやサイド3の駐在部隊の一部には、連邦への投降を良しとせず、ジオン再興の時を待つべく潜伏することを選んだ者たちもいます。彼ら残存部隊の一部は、カラマポイントと呼ばれる中域に集結し、ジオン残党軍の方針を協議しました。その結果、大半は、ザビ家の末裔ミネバラオザビと、その後見人であるマハラジャカーンがいる小惑星ヤクシズへの逃亡を選択します。この際、シーマ・ギャラハウ率いるシーマ艦隊も、アクシズへの合流を目指していましたが、コロニー大量虐殺を実行した汚名を着せられ、入港を拒否されてしまいました。一方、地球圏に身を潜め、反撃の機会を伺うことを望む者も少なからずいました。そこで、彼らは、ギレンザビエの忠誠心が厚い、エニー・ユデラーズ大佐を中心として、地球圏最大のジオン残党勢力を作り上げます。それがデラーズフリートです。デラーズフリートは、一年戦争で壊滅した旧サイド5の暗礁中域に、茨の園と呼ばれる秘密基地を建設し、身を潜めました。この基地は、破壊されたスペースコロニーをはじめ、撃沈された戦艦など、戦争の残骸で建造されており、その隠密性の高さから、連邦でも、位置の特定は困難だったとされています。基地としての機能も十分で、少数ながら、モビルスーツの製造能力もありました。また、アナハイムエレクトロニクスとの裏取引などもあり、潜伏生活の身でありながら、部隊の再編と戦力増強は順調に進んだようです。そして、宇宙世紀0081 8月、ジオン公国国慶節をきっかけに、ベラーズフリートは活動を開始。9月頃には、月で潜伏生活を送っていたアナベル・バトー少佐もベラーズフリートに復帰しました。この当時の活動はあくまでゲリラ的なもので、騒乱となるほどの大規模なものではなかったようですが、0083 1月、連邦軍のある計画を察知したことで状況は一変します。それが、0081 10月13日に連邦議会で可決された連邦軍再建計画の一環として、アナハイムエレクトロニクス社に発注されていたガンダム開発計画です。一年戦争勝利の立役者ともいえるガンダムをベースに、モビルスーツのさらなる高性能化を求めた本計画ですが、中でも、ベラーズフリートの目に留まったのが、ガンダム試作2号機となります。戦後、連邦の軍は疲弊しきっていましたが、未だくすぶっているジオン残党及び各サイドに対して、政府の優位性を維持するために、強力な兵器の開発が求められました。そこで開発されたのが、戦術核兵器を運用できるモビルスーツ、ガンダム試作2号機です。モビルスーツクラスの格闘再兵器などデラーズフリートにとっても大きな脅威でしたが、彼らは逆にこれを利用することを画策します。こうして、0083 7月に立案されたのが、星のク作戦でした。星のク作戦を通したデラーズフリートの目的は、コロニー落としによる北米大陸穀倉地帯への攻撃と、それに伴うスペースノイドの自治権確立です。地球は、一年戦争時のコロニー落としの影響もあって、各地で異常気象に見舞われていました。そのため、特に農業が大打撃を受けており、地球の食料自給率が低下していたので、食料の供給はスペースコロニーへの協力を仰がなければなりませんでした。そんな時に、数少ない穀倉地帯が消滅すれば、地球連邦政府は宇宙に対する食料依存度をさらに高めることになります。
つまり、宇宙に対する地球の依存を高めれば、スペースノイドの発言権が強化され、スペースノイドの自治権確立につながるとデラーズは考えたのです。そのための前段階として必要になるのがガンダム試作2号機でした。星のくず作戦において、試作2号機には2つの役割があったと考えられます。1つ目は、連邦政府を糾弾するための材料です。一年戦争の時に結ばれた南極条約の条項の中には核兵器の使用禁止が謳われていましたが、南極条約は戦時条約なので、一年戦争終結に伴い効力が失われたと解釈できます。しかし、書籍モビルスーツバイブル56号によると、連邦がジオンと一年戦争中に結んだ南極条約は、一年戦争後も有効性は保たれたとされています。そのため、連邦が条約を破って、試作2号機を密かに開発しているという事実は、連邦がスペースノイド弾圧のため、巨大な軍事力を行使しようとしているという証拠として機能し、デラーズフリートの正当性を主張できると考えたのだと思われます。そして、試作2号機ダッシュの理由2つ目は、搭載された核兵器による連邦艦隊の襲撃です。いかに、地球圏最大の残党勢力といっても、連邦との戦力差は明らかなので、その抵抗はゲリラ活動にとどまっていました。しかし、試作2号機に搭載された核で、連邦軍に大打撃を与えられれば、コロニー落としのような大規模な作戦に打って出ることも可能になります。そのため、最終的に決定した星のくず作戦の内容としては、まず、第1段階として、試作2号機で連邦軍艦艦式を襲撃し、連邦の主力艦隊の大半を潰して戦力を削ぐ。第2段階として、コロニーを強奪して、月へ向けて発進。月軌道に入ったら、アナハイムエレクトロニクスの協力のもと、コロニーの軌道を地球へ向けて修正し、連邦艦隊を月に引きつける。そして、第3段階として、連邦の残存艦隊を叩き、コロニーを北米へ落とす、という算段構えでした。こうして、ガンダム開発計画をきっかけに、ギレンザビの理想体現を画策したデラーズフリートは、008310月13日、星のくず作戦を発動。オーストラリアのトリントン基地に移送されていたガンダム試作2号機がガトーにより強奪されました。これをガンダム試作1号機を搭載した強襲揚陸艦アルビオンが追撃しますが、地上のジオン残党軍の抵抗は激しく、10日後、ガトーは試作2号機とともに宇宙へと逃れることに成功。そして、同月末、試作2号機とともに、エニー・ユデラーズは地球連邦軍に対して宣戦布告を行いました。なお、この時、デラーズフリートの星のくず作戦は順調に進行していると思われましたが、その裏で、デラーズフリートからの離反を進めていた勢力があります。それが、シーマ艦隊です。一年戦争時のコロニーへの毒ガス注入などの責任を押し付けられ、敗戦を行く当てをなくしたシーマの艦隊は宇宙海賊として活動していました。その中で生き残るための術として、地球連邦軍のグリーンマイアットや、アナハイムエレクトロニクス社との独自のパイプを築いています。そして、008310月には、デラーズの招集を受けて、デラーズフリートに参加。しかし、本心では、ジオンへの復讐心を宿しており、デラーズに協力するふりをしながら、独自に築いたパイプを通して、作戦情報のリークやコロニー落とし直前の離反に向けて準備を進めていました。ただし、作戦情報のリークに関しては、密会へ向かう際にアルビオンに遭遇してしまったため失敗に終わっています。一方で、アナハイムエレクトロニクス社のオサリバン・ジョグムとは、星のくず作戦遂行のため、コロニー軌道変更の協力を取り付けました。こうして、多くの人間の思惑が交錯する裏で、星のくず作戦は本格的に始動します。デラーズによる宣戦布告があったにもかかわらず、008311月10日、連邦軍は、コンペイトウと名前を変えたソロモンにて、連邦の宇宙艦隊ほぼ全てを集めた観艦式を開催しました。これは、人類に対して威信を見せるとともに、襲撃してくるデラーズフリートを一網打尽にする意図があったとされます。そのため、コンペイトウには、強力な防衛網が敷かれており、襲撃してくるデラーズフリートのモビルスーツは次々に撃破されていきました。しかし、肝心の試作2号機は阻止できず、短期での防御網突破を許してしまいます。そして、コンペイトウ湾内に突入した試作2号機は、艦隊のはるか真上から核弾頭を発射。これにより、連邦軍宇宙艦隊は、
3分の2以上が航行不能となり、ワイアットをはじめ多数の連邦将校が戦死しました。なお、この直後のアルビオン隊との戦闘により、試作2号機と試作1号機が失われています。また、同日、コロニー公社によって移送されていたスペースコロニー、アイランドイーズとアイランドブレイドの2機がシーマ艦隊によって強奪されます。そして、2機のコロニーを衝突させ、その反動により、アイランドイーズが月のフォン・ブラウン市への落下軌道に入りました。これに対して、連邦軍は、観艦式で残存した艦隊を再編成し、コロニー落下阻止のため月へと向かわせます。しかし、月へ近づいたコロニーに対して、ベラーズフリートと裏取引を行っていたアナハイムエレクトロニクス社は、自衛を名目に、推進用のレーザーをコロニーへと発射し、推進剤を点火。これにより、コロニーの軌道が修正され、地球への落下コースに入りました。一方の連邦軍は、星のクズ作戦にまんまとはまり、月へと集結していた残存艦隊は、推進剤切れによってコロニー追跡を断念。さらに、デラーズは、中立の立場を取り、中域に待機していたアクシズ戦艦艦隊から、モビルアーマー、ノイエジールを受領するなど、万全を期して、コロニーの行く手を阻む連邦軍との戦闘に備えました。しかし、地球へのコロニー落下直前に事態は急変。連邦のジーン・コリニーと、その部下、ジャミトフ・ハイマンと裏取引を行ったシーマ艦隊がチカングワデンを占拠し、デラーズの命を手土産に連邦へと寝返ったのです。また、シーマと内通していたジャミトフは、コロニー迎撃のため、配下のバスクオムに、ソーラシステム2の配置を完了させていました。こうして、作戦遂行が絶望となり、戦闘も停止。しかし、デラーズは、自らの命を顧みず、ガトーに対して作戦続行を命令。これに激高したシーマによって、デラーズは射殺されるものの、命令を受けたガトーたちは、ソーラシステム2の破壊へと向かい、連邦軍機動艦隊と交戦します。迫り来るガトーとコロニーを前に焦ったバスクは、準備が完了する前にソーラシステムを照射しますが、コントロール艦がガトーによって破壊されたため、十分な熱量を与えることができず、コロニーは、ほぼ原型をとどめたまま、地球へと落下していきました。なお、連邦との交渉のカードをなくしたシーマ艦隊は、連邦との取引を知らない試作3号機と遭遇してしまったことで全滅しています。一方のコロニーは、ガトーの活躍もあって軌道修正を完了。こうして、WO83-11 月13日、コロニーは北米の穀倉地帯へと落下。デラーズフリートによる星のクズ作戦は一応の成功を収めました。しかし、ソーラシステム2の照射や連邦軍との圧倒的戦力差により、デラーズフリートは壊滅。ガトーも残存部隊を逃すため、包囲する連邦軍に特攻を仕掛けて戦死しました。なお、連邦の包囲網を突破できたわずかな残存兵力は、戦闘中域後方で待機していたアクシズ戦艦艦隊へと合流しています。こうして、多大な犠牲の先に、星のクズ作戦は成功し、デラーズ紛争は終結しました。しかし、最終的には、デラーズの目論見と真逆の結果を招く形となります。まず、この戦いにより、ガンダム開発計画を進めたジョン・コーゲンが失脚したことで、連邦内で、ジャミトフを中心とした派閥が権力を強めます。そして、デラーズフリートのような打倒連邦を目論むスペースノイドの目を摘むべく、ジオン残党狩りを目的とした特殊部隊、ティターンズが設立されました。これにより、スペースノイドの発言権は強まるどころか、むしろ、連邦によるコロニー弾圧の姿勢は、より強固になっていきます。もともと、一年戦争がもたらした戦績から、アースノイドによる反スペースノイド感情は高まっていました。そのため、デラーズフリートのような過激な存在は、民衆に対するスペースノイド弾圧のお題目として好都合で、すべて、連邦政府タカ派の政治的な運動に利用されてしまったのです。こうして、デラーズフリートは、多くのアースノイドの脅威になっただけでなく、連邦によるコロニー弾圧に拍車をかけ、スペースノイドの肩身を狭くする結果となってしまいました。なお、ティファーンズが結成された同日、デラーズフリートに協力したアナハイムエレクトロニクス社のオサリバン・ジョウムが死亡。翌年 WO84-3 月10日にはガンダム開発計画は抹消され、コロニーの落下も移送中の事故と処理されたことで、デラーズ紛争に関する真相は歴史の闇へと葬られました。しかし、デラーズ紛争が後世に与えた影響は大きく、
グリプス戦役と呼ばれる新たな騒乱を招くきっかけとなるのでした。余談ですが、最新作ジークアクスで描かれているジオン軍が勝利した世界戦では、そもそもジオンが勝利していることからベラーズフリートが発足しないと思われます。しかしコロニー落としを行ったジオンが統治する世界ということは、逆に虐げられている側の連邦軍の中でも、特にタカ派はより反スペースノイド感情を強固にしているはずなので、裏では着々と軍備の増強を図っているのではないでしょうか。もしかしたらクランバトルはモビルスーツの操縦技術を磨いてジオンに復讐する機会を伺うために連邦のタカ派が作り出したものなのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。